こうやって窓に合わせて、こんにちは。こんにちは。たかこです。ゆうやです。やどりぎです、はい。私たちは車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、今は石川県にいます。はい、13軒目に入りました。はい。で、私たちがバンライフ生活を始めて半年になるんですけど、今日は久しぶりにこの車のボンゴの話をしてみたいと思います。それでも、うん100日経ったボンゴの DIY、あれと一緒やん。違う。今日は違う。なんだこいつ。私たちこの車を自作キャンピングカーにカスタム DIY したじゃん。その DIY に関して、なんかここもっとこうしとけばよかったっていう半年経ってみて分かったとことか、もう出発前に知っとったらもっとこうしたのに、みたいなのをフォーカスしてやっていきたいと思います。じゃあ前回は不具合だったけど、それとは違うってことね。違う。なるほど。はい。っていうことでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、やっていきます。はい。で、基本情報として私たちね DIY 素人の夫婦が作った車は、このベースの車はマツダのボンゴバンっていう車で、もともと商用版として使われてる車を28万円で購入して DIY しました。そうだね。はい。で、外装もね自分たちでハケで塗ったんだけど、可愛いでしょ。可愛いよね、やっぱり。そしてさ、半年経っても結構綺麗でしょ。このなんか縁みたいなねところはやっぱどうしても剥げたりっていうのは出てきてるんだけど、まあそんな大きいところはないし、全然まあ問題ないかなって思ってる。でも蜂が来た。ちょっとうわはい、移動してきました。ちょっと蜂とかカメムシとかがめっちゃさっきのとこ多かったから、ちょっと撮影どころじゃなくなってしまい移動。別のとこ来ました。じゃあ続きからお願いします。でね、外見は意外と綺麗にしてるんだけど、中もねいろいろ塗ったりしたとこがあるんだけど、こういうアシストグリップ、私たちはここカラースプレーで塗ったんだけど、ここって絶対さ乗る時に捕まって乗るんよ、ギュってね。よく触るし、あと多分指輪とかも当たったりするのかな。でこんななっちゃった、でちょっと見栄えが悪いからさ、これ色つけた後さクリアのスプレーで塗りはしたんだけど、それをもう何回もしっかりめにかけとくっていうのが良かったかもしれん。ちょっとね汚い。そう、あとまあなんかレザーをつけるとかね。あ、そうだね、ここにね巻いとくとかっていうのが1個、次がこのシートカバー、でね、私たち黒いシートカバーをかけたの。はい。このシートカバーは外さないの？元々のやつは。外さなくていいと思うけど、どうなんだろう。違うの？いいんじゃないかな、別に入るのは入るの。これビニールレザーでさ、黒よ。あっちみたいな。目玉焼き焼ける。そう、そんぐらい熱い、本当に体感。だからそうならないようにこのさフロントガラスにこういうサンシェードとかをつけてんだけど、でもめっちゃ熱い。本当は茶色とかが良かったけど、この車が商用車で主に使われてるものだったので全然選択肢がなくって、黒いシートカバーしか見つけられなかったので、もうこれにしちゃいました。だからボンゴじゃない例えばさハイエースとか、なんかもっと人気の車種だとさいろいろ選択肢があるだろうから、だからねちょっとね素材と色ともうちょっとね選択肢があるならいろいろ検討した方がいいかも。夏は厳しいよ。そうだね。次が、この窓につけてるサンシェード、手作りで作ったのよ。こうやって窓に合わせてこうやって、これは目隠し効果と、あと断熱効果を期待して作ったの。ここにねカーテンもあるんだけど、カーテンだけじゃやっぱり隙間とか車内で人が動いたりすると結構見えちゃうから、これがねダンプラで作っちゃったから結構もう耐久性がやばい、もう折れ曲がる。やばいんだよね。なんか穴開いてるし、ドアに挟まったりしてねぐちゃってなるんだよね。あと毎日ね付け外しを繰り返すから、毎日使うんだったらこのダンプラーじゃなかった方が良かったんじゃないっていうのがある。僕たちは3つ
考えて、1つ目がこのプラダン採用したやつ。2つ目がカラーボード。タカコの車で1回作ったようなやつ。3つ目にラバーシートっていうこの3個の中から検討して今回はプラダンにしたんですけど、お金を一番かけたくないならカラーボードが絶対安いです。100円ショップで全部揃うので。で、綺麗にもうこれだけで生活を守りたいとか、そういったんだったらラバーシートの方が多分調整がしやすいんじゃないかなと思います。僕たちは今回もうプラダンを貼って終わりっていう風にして、ここにはカーテンをつけるので、まあそういう人にはプラダンでもいいのかなという感じ。だからさ、その価格と断熱性と収納のバランスでどれを取るかだと思うんだけど、私たちは値段とさ収納の点でこれを選んだんやけど、調整がそして難しかったのよ。このビニールテープつけてる理由も、きっちりこれのね採寸ができなくて、このビラビラの部分で隙間を埋めるっていう作戦なのよね。まあ動画でさ、なんか候補って何個かあったじゃない、作る時に。だから一番いいかなと思ってた方を次はやってみたいな、ゴム製のやつね。まあ、収納がね、だから何を取るかだよね。次がこのね、これも自分たちで DIY したベッドキット、こういう風にベッドマットをね分割して作ってるから、なんかパン切り包丁をとりあえず借りてきました。おお、すごいね。ああ、もう恐れていたこと。なんかいつもあったかいもの食べてるよね。ハフハフ。ああ、もう。こういう風に隙間があるの、で全然それは最初に想定できてなかったことなんだけど、こっからめっちゃゴミとかが落ちんのよ、下に。ほら、こういう風にさ、もう本当は見せたくないんだけど、砂、ほこり、あと木くずとかね、髪の毛とかがここに全部落ちていくわけ。洋服が入ってんだけどね、いいじゃん、ここに落ちるからね、守られてるから。こういう収納はこれにしといてよかったって感じなんだけど、やっぱ蓋がない収納っていうのが考えてなかったからあって、例えばね、ここの収納とかは、食品系が入ってんだけどさ、ほらもう見せたくないけど、こういう風に縁にさゴミ溜まってるじゃん。でこういう風に嫌だからこういうのビニールとかかけてはいるんだけど、やっぱ真ん中にさちょっと端っこゴミ溜まってたりとかするじゃん。汚いね。だよね。だからもう最初からこういうことになるって知ってたら絶対全部蓋付きの収納にしたしさ、まあでもそれでもやっぱ洋服、食品、お皿系とか、そういうのはやっぱね蓋付きはマスト。半分外で生活してるみたいなもんだしね。これはね最初に知っとけばよかったなってところです。こんなに入るとは。はい、最後。ここはね、こうしたらよかったっていうよりは未だに悩んでるってところ。後ろのカーテン。そうなんです。ちょっと見てわかると思うけど、マグネットクリップで挟んでるだけなんです。見して。これ100均のさ5個入りとかのやつ、こういうのでただ挟んでるだけでパチッと止めてると。そう、まあ想像できると思うけどよく外れる。私結構めんどくさいよ、これつける時も。こんな感じで落ちます。よく落ちる。これはよく見る光景。もうそれでさ、もうあーってなるよね。あ、また落ちたってなってイライラする。これはそうなんです。これをどうにかしたいと思いつつ半年。はい、これなんかいい案ないかな、もうちょっと調べてみようかな。はい、じゃあバトンタッチしました。はい、さっきのが、こここうしとったらよかったなーってところ。そうだね。改善点というかね、そんな感じ。で、次から喋るのは、なんか生活してたら意外とこれで正解だったねみたいな。なんか案外いいじゃんみたいなやつをちょっと紹介しようかな。はい、お願いします。で、一つ目は僕が今座ってるこのベッドマット。これ。で、これは高反発のね、マットを中に入れて、それをレザーで
包んでるっていう作りなんですけど、このね厚み、これ普通のベッド用のマットレスなんだけど、この厚みを8センチにするか10センチにするかで、議論というかバトって、私はね寝心地を重視したくて10センチが良かったんや。そうで、僕はそれよりもこの空間を取りたくて、で最終的にはね私が買ったんですよ。そうなんです、はい、お丸まってる。丸まってます。これがね8ミリか8センチか10センチで喧嘩した。そうね、私は10センチが良かったけどでやってたんだけど、全然8センチでよくて、そうそう何にも痛くない、一回もね、痛いと思ったことないもんね、だしもうね今背筋ピンってこれ伸ばしてて当たらない、しかもさマットレス分割されてるからなんかその隙間がなんか寝心地悪そうって思うけどそんなこと全くないね。ない。だからこれはね車内空間としてはベストチョイスだった、まあほんと人それぞれ身長は違うから ね、全部が8センチはもちろん違うと思うけど、僕らは8センチで最高にちょうどよかったです、次に生活しててめっちゃ最高だったのが、この電源の位置です、で僕ら後ろの方にねポタ電を置いてて、そのポータブル電源からタコ足みたいな形で、このケーブルを引っ張ってきてます、でここに AC が2口、でこれで運転中の携帯とかを充電してたりとか、2人分ね運転席のね後ろにあるよね、それが。そうです。でこっちがまあ真ん中ぐらいにあって、料理に使ったりとか、あとはパソコン作業する時には2人ともここにパソコンの電源さして、それぞれここにテーブル出すから、こうやって作業したり、っていうのをやってる、この配置が最強に良かった、でもう一個こっちにね、そっちに行きます。はい、お願いします。頑張れ。大丈夫か。で後ろにエレコムの USB のハブをね、置いておりまして、でこれも後ろのポタ電から持ってきてて、こんな感じでケーブルを常に挿していて、これでここに来てるんですけど、こうやってガジェット系がここ、これがね最高ね、だからコンセントの位置、これの配置、この辺はめっちゃ最高だった、なんかあんまりそういう想定した位置っていうわけじゃなかったんだけど、結果的にね素晴らしいフォーメーション、です、めっちゃこのツートンからめっちゃ可愛い。はい、じゃあ最後お願いします。はい、やりましょうか。で最後このタンクの位置です、これが排水、でこれが給水、そこにねシンクがあるとよね、この上にね、シンクがあって、いろんな人見てると、結構車のサイドとか、あとなんだ前の方というか、にタンク置いてる人が結構いる気がするんですけど、僕たちはここにやってる、開けてすぐのとこね、これで正解じゃないかなと今でも思ってて、なんかね、だから水をついだりするとか排水する時にも、ここからもうこのまま取り出して捨てるだけだし、これ重たいのよやっぱ20リットル、てかタカ子持ってないね、タカちゃんが持てないぐらい重いので、結構大変なんだよね、だからここだと開けて出すってすれば終わりなんで、出し入れしやすいよねここが、だからタンクの位置はここで正解だったなと思うし、なんか後ろはね本当に有効活用ができてるよく、綺麗に全部入ってるから、ここはかなり良かったなって思います、はい、今ね聞いてもらったのは、出発前に知っとけばこここうしとったのにってとことか、住み始めてみてやっぱ意外とこれ良かったやんってところと聞いてもらいました、参考になるなって思うのはさ、良かったところよりもね失敗したとことか、反省点とかそういうのの方がやっぱためにはなるのかなって、自分的に思うから、そういうのガンガン出していきたいなとは思う。実際なんか作った瞬間はもちろん綺麗だから、そっからどうなっていくかっていうのはその後の話もねあんまりないよね。今なんか来年バンライフしようとしてる人たちとか、今年のね後半からスタートする人たちとかがちょこちょこ SNS とかでも出てきてるんで、新しい人たちが、まあ何かしらね今後の人たちのために参考になればいいかなと思ってます。終わりそうな雰囲気はあるんですけど、ここからちょっとお腹が減りすぎたんでご飯を食べに行きます。まだ終わりません。お腹減りすぎて頭が回らない。今さ本当に何時？今3時10分です。本当に行こう。はい、じゃあ行きます。4時だよもう。
なんでさっき3時って言ってて今4時になったかと言いますと、はい、サムネを撮ったり車をいろいろねガチャガチャ動かしてたから片付けよったんよね。ね。にしても4時だぜ。これもあれさ調べてみてよ。何？規制解除どうなったか。ああ、そうなのよ。あ、ダメだ。まだ規制ありになってる。規制中？マジか。やっぱそう。そんな難しいもんなの？けど本当に知らんかった。なんだっけ、渚ドライブウェイ、うんそのさ交通規制されるってね。行けると思ってたんだけどね。てか行けんと思ってなかったよね。うん、だって知らんかったもん、うん交通規制があるとか。みんな普通に行ってるって思ってた。うんうん。多分結構知らん人多いと思うよ、交通規制あるって。まあでも考えたらさ、うんまあまあそうだよねって思うよね。あんなさ、まあね海のね。車でしかもそこをね。うん。うん。ただ戻ってこようよぐらいのレベルあるよね。千里浜千里浜渚ドライブウェイ。に停車してください。車から降りて赤のスタンドボタンを押してください。タイヤシャワー初めて、料金は無料。ポチッとな。おお、なるほど、すげえ。暇やけんなんかゲームせん？いいよ。何の3分間でうん何個信号が出てくるかゲーム。それを当てるってこと？当信号のてるってこと数を、じゃああれにしよう。今から行くカレー屋さんで、負けたらトッピングなし、おお、ルーだけ。ルーカレーってことね。金沢カレーはカツが乗ってるのが金沢カレーらしい。はいはルーだけ。い、いいよ、乗った。むずいな。でも街中でしょ。せーの、せーの18。嘘嘘。こんなに開く？楽しみよね。そんな3分だよ。3分だよ。確かにそんなわけないか。10秒で1個も信号ないか。やべ、ミスった。いきますよ。はい、よーいスタート。いきます。はい、ドキドキするね。あと1分。やばい、いっぱい来て信号。頼む。結構混んでるね。くそ、完全に読み間違えた。うわ、終わった。イエーイイエーイ。圧倒的にセンスがなこれかった。圧勝だったな。簡単すぎた。いやもう言った瞬間やべえってちょっと思ったもん。なんて到着。カツを乗せてやりました。ロースカツですこの人。ケイ君は何した？ほら見て、真っ黒な。シンプルイズベストです。でもいいよね、カレー好きだもんね。もちろん。では、いただきます。うん。めっちゃドロッとしてる。うまいこれ。濃厚やん。本当だ。これ全然違うね。うまいね。ほらよ、あげるよ。
俺いい人と結婚した。カメラ止めてそろそろ食べますか。はい。カーテンの件をちょっとコメントでよかったら誰か教えてください。ね、お願いします。じゃあありがとうございました。はい